械制作。そうです。街の中にスタジオを入れてしまう。もう今だとコンピューターでね 3D プリントでできちゃうとかっていうのもあえて手でいくという、こういう材からの力をもらって実際に自分の手で彫るって、このことが大事なことなんじゃないのかなっていうので。今回のピックアップアーティストは森治さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。森治さんです。デビュー当時はギリシャ神話をベースにした彫刻作品で注目を集め、翌年には横浜トリエンナーレ2011に参加するなど注目の若手アーティストとして脚光を浴びました。しかし以後、森さんは作品発表を一旦停止し、今年行われた個展にて再始動されました。個展では発表をやめていた間に作り上げた約4メートルのエルビス・プレスリーがモチーフの作品を発表されました。現在その活動に注目が集まっています。可愛いのがめちゃくちゃちっちゃいの、そうそう、まずこっちですよね。まずこっち。自由の女神ですよね。そうですね。やっぱり彫刻のスケール感についてはかなり考えているので、人が結構こう把握できるサイズ感ってある程度あると思うんですよね。で、それって意外にこう自分の中のイメージだと思うんですよ。例えば富士山を見るときにあまりにも大きすぎるのにもかかわらず富士山の形っていうのが分かりますよね。要はスケールと立体ってやっぱりイメージなんですよ。でこの作品はオン・ザ・ハンドっていう作品なんですけども、手の上に乗せていただいて見ていただくっていう、ジャコメッティという彫刻家さんがいらっしゃいまして、でその方がイメージの中で人体を作るとどんどん小さくなってしまうおっしゃったんですよ。でさらにそのサイズをやっぱり小さいのでこう大きいものにしないといけない。そしたらどんどん細長くピューってこうなりました。ジャコメッティだ。ジャコメッティになりますよね。やっぱりそれってサイズじゃなくてイメージの中のスケールなんです。ここに乗っけることによってこう自分の意識がこう近づぜひぜひぜひ自分とリンクしてきますよね。でこれはこの身体の感覚と彫刻がリンクしているっていうのがまさにジャコメッティのやろうとしたそれと全く同じで、こちらはリスネズミ、これ耳、バカンティマウスってご存知ですか？体の一部がね、遺伝子組み換えでネズミが耳くっつけて歩いてる。遺伝子異常で毛の生えていないネズミに人の耳の形をした軟骨をただ入れただけなんですよ。これはもともと多分おじいちゃんとかの床の間にあったようなものなんですよ。でそれが多分そういう方がお亡くなりになって娘とか息子さんたちがこうメルカリとかヤフオクにバンバン今出してるんですよね。なるほどね。で僕はそのもともと見立てられたものをバーって買い漁っていて、実際の材からモチーフのプランをもらって、で木と一緒にこうプランをこう練り上げて考えていく。そのメルカリで購入された際はまたこの別の見立てがこれにはあったということですか？なんか龍神なんとかなんとか書いてあったんですよ。何なんだってでしょ。もうどう見ても耳にしか見えない。もう耳を掘るしかないなっていう流れからの、あれちょっと待って、こっちになんか塊が見えるぞっていうので、その塊に僕がこう思いを込めてこのバカンティマウスに仕立てたという。違う色がありますけど、そのいわゆる薄いとこというか、そちらだけということなんですかね。これ削ったところっていうのは。そうですよね。彫刻でもこう四角く製材された材にデッサンをして削り出してって、そういう手法ってもう切削で出せちゃうんですよね。業者さんにバーってかなりリアルなものがお金をかければ。でもそれとは違ってやっぱり僕はこういう材からの力をもらって実際に自分の手で彫るってこのことがもうずっとこうイメージだけで過ごしている生活の中ではなんか
大事なことなんじゃないのかなっていうので、こういうことを2、3年スタートし始めたんですよね、この非芸術シリーズは。もう今だとコンピューターでね全部こうモデリングしてモデリングしたらもう彫ってもらって 3D プリントでできちゃうとかっていうのもあるし、もちろんその木もねそれで削れちゃうのをあえて手でいくという、ね、じゃあちょっとお待ちかねのお待ちかねのはい、プレスリーを、はい、これ大きい。いや、人が横にいるとまああ、なるほたど。全然違いますね、見え方が。これを4何年かけて制作する？これもう、全く仕事もせず3年間かけてもうずっと彫っていましたね。朝から晩まで。もうプレスリーというのは修さんのもうロカビリーというか、その辺のやっぱもう敬愛されるアーティストということなんですか？そうですね、ちょっとこう手が止まった期間っていうのがあったんですよね。その時にもうちょっと作りたいものを作らないと始まらないなって思った時に、エルヴィス・プレスリーのラストライブの「アンチェインド・メモリー」っていう曲を歌ってるこのピアノ弾き語りなんですけども、それを見たんですよ。もうその叫ぶ顔がもう感動してしまって、とりあえずこれ作ろう。あ、じゃあもうその瞬間のこの表情なんですね。なんですね、最初顔だけだったんですよね。でちょうどその顔を作っている最中に 3.11 が起きたんですよ。これはちょっと顔だけでは作品にならないぞと、どうしたらいいんだろうってもう考えながら、徐々に今度は胸ができ始め、腰ができ、体ができ、で最後は腕ができと、やっぱり先ほどお話したスケール感ということでいうと、実在の力であったり、あとモチーフの力であったり、全てをこう投入して彫刻のスケール感が出るので、でもやっぱりそのやらなくてはならないとか、このままじゃダメだっていう衝動こそが多分彫刻の醍醐味であって、ちょうど今その間っていうアートプロジェクトを有楽町の方でやってるんですけども、そこでは初めて粘土を使ってるんですよ、塑像作品を。で塑像作品っていうのは1300年前の仏像とかですと、塑像とか漆とか、この辺りで仏像って作られてたんですよね。要は粘土をつけて乾燥させて、こう薄く白土とかからの着色をしてっていうような技術が全くこう忘れられてしまってるんですよね。そこで面白いのが、今現代のその粘土をやってる人って、なんか建材であったり、鉄の棒であったりでこう粘土が自立するように心棒を作るんですけども、その当時の人ってそのことを心木って言ってたんですよ、心の木って。で粘土ギリギリまでこう木で彫り込んでいて、バーッと、なるほど。でそこに粘土をつけていくみたいな。でもその心木って言ってたその感覚って絶対大事じゃないですか。だから要はその埋もれてしまった表現を僕が今使うことによって、その当時の感覚を表現したいみたいな。僕の場合は造形感覚っていうのを西洋美術からかなり勉強してるんですよ。ロダンから始まりミケランジェロに、僕今38ですけど、今でも石膏デッサンもしますし、人体ドローイングもしますし、作品とは関係なくそのものの見方っていうものはこう頑張って練習してるんですよね。近々の展覧会などの予定があれば教えてもらえるかなと思うんですが。そうですね、今ちょうどその有楽町のど真ん中でその間というアートプロジェクトをやっていまして、公開制作。そうです。街の中にスタジオを入れてしまう。いや、掘ってるしかも森さんの場合、木が乾かないうちに生で彫られるというふうに伺ったんですけど、やっぱり生の木っていうのは乾燥するときにバーってこう動いてひび割れたり反ったりするんですよ。で生の木のうちに彫ると、僕の彫った形に従ってひびとか反りが生えてくれるんですよ。要は木とこう一緒に形を作っていく。なるほど。これ粘土を彫刻刀で彫るっていう荒技を。本当だ。要はこの都心の中心部はもう家賃が高すぎて、アーティストがどんどんいなくなっていって郊外に行ってるんですね。でも本当に面白い人たちは郊外にいると。その人を都会のど真ん中で制作させようっていうプロジェクトが今ちょうど真っただ中で、いつまでやってますか？それが1月の30日まで、もう根津の制作でエキシビジョンに向けて、1月の最終週にエキシビジョンを設けようと。なるほどなるほど。見に行かなきゃですね。ぜひアートの現場は
今ちょうど持ってきているので、ね、ぜひいらっしゃってください。はい、行きます。ありがとうございました。ありがとうございます。